アン行こう。照明が当たった時に照明に負けないくの字に、もう鋭角に彫りの深い美しい顔が作ることができるので、愛元宝塚男役現役アイドル永遠の30歳綾羽まやです。よろしくお願いいたします。私は2008年の5月まで宝塚歌劇団の空組で男役をやっていたんですけれども、演技とかお芝居とかそういうのがいろんなところで役立っているので、皆さんにも宝塚のメイクの魅力などを知っていただけたら嬉しいです。千の誓いが欲しいか、万の誓いが欲しいというのか、私の言葉はただ一つ、愛している、愛しているとも。はじめはバセリンという普通のワセリンなんですけど、下地として使います。お肌を守るために全体的に薄く伸ばしていく感じです。9番の動乱はかなり赤く感じると思うんですけど、宝塚の舞台は照明がすごく当たるので9番ぐらいの色でいいと思います。全体的にムラなく濃いめに肌のいろいろなものを全て隠すぐらいの勢いでしっかりと塗っていくのがポイントです。2B を鼻立てに使います。9番が赤めなので 2B もしっかりめに塗らないと鼻立てとして役割が果たせないので、ちょっと濃いめに塗ってください。小鼻とかしっかりと塗っていくのがポイントです。眉毛と目の間のこの部分をしっかりと濃いめに塗ることで彫りの深さを強調することができます。チークの下地として 4C を塗るんですけど、おでこの方まで塗っていきます。照明が当たった時に照明に負けないチーク作りということで、ほっぺたにも塗るんですけど、そこだけではなく立体感を出すためにおでこの際のところにも塗っていくのがポイントです。男役のメイクはすごく濃い色の動乱を使うので、その差を出してより彫りを深くしたいので、白めの 23P を T ゾーンと顎の先につけておきます。そうすることで後でフェイスケーキとかをつけても立体的な顔が作ることができます。スタインズの粉はベビーパウダーでも代用できるんですが、とにかくしっかりとこの動乱の油分を取るっていうことをメインに使います。かなりたっぷり粉をのせるみたいな感じでつけて、でそこから伸ばして粉っぽくならないぐらいまでしっかりはたいていきます。フェイスケーキは M725A という色です。顔全体にムラなくなじませて、フェイスケーキの役割が今でもよく分かってないんですけど、全体的にこちらもムラがないように塗り忘れてるところが出やすいやつなので、塗り忘れのないように鼻の横とか顎の下とかも塗っていきます。その時に耳とか首の上のあたりぐらいまで塗っておくといいと思います。精製水は全然普通のお水で代用して大丈夫です。水道水でも大丈夫なんですけど、フェイスケーキを使う時にスポンジが濡れていないと溶かすことができないので、スポンジをしっかり濡らしてフェイスケーキをつけて、そして顔に全体的に塗るといいと思います。フェイスケーキに水分が入っているので、その水分を取るようなイメージで軽くだけお粉のスタインズをはたきます。アイテープは目頭が蒙古ひだでかぶっていたりして、平行の二重じゃない人とか一重の人とかは使った方がいいと思います。アイラインをより描きやすくするために内側面から貼って、目からかなり離して一番自分が大きな二重になる位置を探して貼っていくのがポイントです。その時に動乱とかもともとお化粧しているので、そのままだと貼れないのでアイプチをつけて貼っていくといいと思います。
シュウエムラの白を一番最初に入れます。アイホール全体と目頭、そして涙袋のところ全体、目を囲うように白を入れておくことで、その後のシャドウの色が映えます。目に立体感を出すために目の真ん中とかが白いと目の丸さとかも際立つので、白は先に入れといた方がいいと思います。普通にシャドウとして使いたい人はパールが入ってたりラメが入ってたり、あとショーとかちょっと派手な舞台に立つ場合は結構キラキラもうゴロゴロしたラメをつけたりする人も多いんですけど、私は下地として使いたいのでマットな白を選んでます。ダブルラインの下書きみたいな感じでピンクを入れます。アイホールの骨に沿って入れるんですけど、外側にめちゃくちゃ目を大きく描く予定なので、それを加味してちょっと大げさに外にラインが引けるといいと思います。本来の自分のアイホールの目の大きさよりも外に引いていけると、その後のアイラインとかでちょうどよくなります。ピンクを入れたところで、下書きに沿って濃いブルーを入れていきます。濃いブルーは細めに濃く入れるのがポイントです。遠くから見た時に彫りが深く見えるようにダブルラインは描くんですけど、男役は細くくっきり描くとキリッと締まったかっこいい男役ができると思います。これは、役によって違うんですけど、おじさんの役とかシリアスなお芝居とかの場合は茶色で弾くことが多くて、ショーとか舞台とかヨーロッパのお話とかで目が青い人の役とか少年の役の時は青で弾くことが多いです。今はなんかちょっと綺麗かなと思って青にしました。本当はこの白の上に水色をがっつり入れてオスカルっぽくしようと思ったんですけど忘れました。ダブルラインとアイラインの間のところ、この白いのところにがっつり水色とかを引くと結構綺麗に派手なお顔に仕上がると思うのでやってみてください。目尻のラインでちょっと後でアイライン引くところで消えかかっちゃうんですけど、私は先にだいたいこの辺までラインを引くっていう目印的な感じで下書きでピンクを入れます。だいたい黒目の一番内側ぐらいから目から離れて外側に青いラインで四角めにラインを引きます。この時に平行四辺形な感じで上の目のラインと地面と平行なイメージでまっすぐ横に一本引いてあげると結構キリッとかっこいい男役の目に仕上がると思います。上のラインなんですけど黒のルボタンを引きます。かなり目から離れたところでさっきも一番自分の大きい二重ができるラインにアイテープを貼ったんですけど、そのアイテープにかぶるぐらいまでまず自分の目の大きさの横幅までのところをしっかりとアイラインを塗って乾かします。でしっかり乾いたなと思ってから内側と外側のラインを引くんですけど、内側も私は目が離れているのでできるだけ近くなるようにくの字にもう鋭角に三角形を入れてます。でそれで、外側にもオーバーラインかなり外に向かって1センチぐらいは引いてるかなと思います。それをすることによってかなり横に長く切れ長な大きな瞳が作ることができます。ルボタンラインのネイビーなんですけど、下書きで描いたところに沿って目の下に引いていきます。シャドウと同じように地面と平行になるような感じでまっすぐ真横に結構集中して引きます。ルボタンは全部緊張するんですけど、ここは結構ぐらっと揺れ動いてしまうと変な目の形になりがちになっちゃうので集中してまっすぐ真横に引きます。でまつげは下書きと同じように外側に向けて下には向かないように描いていくのがポイントです。
眉毛の下とダブルラインの間のところに白を入れます。しっかりハイライトになるようにここに高さを出すことで目がちょっとくぼんだ感じになるので、ここにハイライトを入れることでより彫りの深い美しい顔が作ることができるので、結構入れるのと入れないのとだと全然違うので入れてほしいです。眉毛は C ペンから A ペン、そしてブラックの順番に入れていくんですけど、 C ペンは薄いのでやり直しが効くので思い切って描いてしまった方がいいです。で、男役のメイクってあまり女性がするものじゃないので、こんなに眉毛太く描いちゃっていいのって思うぐらい太く描いてちょうどいいぐらいです。あまり勇気がなくて長さも太さも出せない人が多いんですけど、一番最初太くしないとその後どんどん細く描いていくのでちょうどいい眉毛の太さにならないので、最初はしっかりと太く、できなくってもやり直しできると思って勇気を持って描いてください。かなり自分の目よりも外に向かって眉毛も描いて、長すぎるかな太すぎるかなっていうぐらい描いてちょうどいいと思います。最初に C ペンを描いたところより一回り細めに B ペンで描いていきます。ここからはやり直しが効かないので結構集中力がいるところです。で B ペンで全体的に一回り細く描いた後に A ペンでもう一回り細く描くことで立体感のある眉毛が作ることができます。でその後に A ペンで濃く入れた後、私は髪の毛が黒いので黒を入れるんですけど、髪の毛の色に合わせたらいいと思うので、金髪の人は B ペンまで、茶髪の人は A ペンまでとかで調節したらいいと思います。特にマスカラは長さを出すとかの使い方じゃなくて、もう黒く色がつけばいいので、その白くなってしまったまつげを目立たなくするために黒く適当に塗ります。つけまつげは私はいつもアイラインの一番外側につけるんですけど、アイテープの上についちゃうぐらいかなり外側についてます。目からすごく離れてて、目をつぶると目の際とまつげが全然違うところにあります。なのでこれ普段メイクでつけまつげつけようとするとこうやってつけそうになるので変な風になるんですけど、かなり外側に貼ります。この海苔がめちゃくちゃおすすめの海苔なんです。これはドンピシャンっていう日本物とかのカツラ用の海苔なんですけど、例えば間違えて違うところにつけちゃったり手とかにつけちゃってももう全然時間経たなくてさってこするだけでペロンって取れるんですよ。ですごい乾くのも早いし、真っ白なんですけどどんだけたっぷり塗っても乾いたら透明になるので目立たない。そしてまつげもめちゃくちゃ傷みにくいです。すごくおすすめの海苔なので、三吉のドンピシャン使ってみてください。男役はより男性らしくするために、女性は生え際が結構丸いんですけど、男の人みたいにもみあげをしっかり作ったり、こめかみのところの四角い形とかを描くことによってより男らしさを演出することができます。あと美しいとされる富士額も気持ちだけ描きます。でその時のポイントがさささささってただ描くだけじゃなくて、もう髪の毛の中の頭皮までしっかりと塗っていくことで、この髪の毛となじませてどこからが髪かわからないようにするのがすごく自然に見えるコツです。かなりこれ描くの勇気いると思うんですけど、初めて描く人は結構どう描いていいかわからないと思うんですけど、思い切ってここも勇気を出して描いてしまうと意外と気持ちいいです。チークは普通のチークとは違ってちょっとだけ陰影をつけるのにも役に立つ感じなので、最初に 4C を塗る時にも言うの忘れたんですけど、 4C を塗る時もほっぺの一番高いところではなくて、ちょっと頬骨の下のところに沿って入れていって、おでこの生え際のところまでしっかりと塗っていきます。結構濃く塗っちゃってもそこまで不自然にならないので、ここも思い切って濃く入れていいと思います。
シェーディングなんですけど、普通はこのほっぺたの部分とか入れるものだと思うんですけど、男の人の横顔のこの顎の骨がくっきり出てる男の人ってめちゃくちゃかっこいいと思うので、ここにわざとシェーディングを濃く入れて影っぽく見せることですごくシャープに見えてシュッと引き締まります。なのでこの顎の真下の口の下の顎のところの影になるところは全部かなり濃く入れてます。舞台化粧は首と顔の色の差がかなり出やすいので、顔を塗ったら必ず他に出ている部分も塗っていくのがポイントなんですけど、首を今は塗ってます。衣装から出るところ、首の肌とか、あと本当は手とか腕とかも塗っていきたいです。 M725A 顔のフェイスケーキを塗った色と同じものを塗っていきます。髪型は宝塚の時はショートカットだったのでこういう風な作り方ではないんですけど、今はもう普通に髪が長いので一つくくりにして横をかなりピチッと後ろに向かって流すように整えてから結びます。最初に私の場合は前髪が短くて量が少ないので、前髪を立てる時の髪のボリュームが足りないので、最初にこの七三に分けてちょっと多めに後ろの髪も取っておきます。でそれから最初にくくっておいて前髪を作るんですけど、前髪の作り方は初めにオールバックにするような感じで髪の毛を溶かして、で手で押さえてスプレーをしっかりとつけていきます。普通の人はこんなに使わないかなぐらいの量をつけるので、もう1回でスプレーかなり減ります。だいたい1週間に1本とか、10日に1本ぐらいのペースでなくなっていくぐらい使っていきます。で後ろに流して手で押さえてスプレーしたら手を離して形を整えていきます。でその後に残していた後ろ髪をちょっと取ってた分を上から重ねてボリュームを出してあげると綺麗なリーゼントを作ることができます。綺麗な形を作るためには人それぞれですけど、前髪はあんまり長すぎない方がいいと思います。しっかり上に立つので。で後ろに向かってとにかくまずはできないと思ったら立てようっていうよりも全部オールバックにしてしまってからスプレーをバーってかけて手を離してふわってちょっと立ち上がるんですよ。でそれを手で戻してみると意外とすごく立ってるので、それであとは見よう見まねでやってみるといいと思います。口紅なんですけど9番と 4C と 2B を混ぜて作ります。近い色が普通の口紅でも販売してるので、そういうのを使う人もいるんですけど、一番最初に基礎で教えてもらう色の作り方がこれです。でそして、クリニークのグロスを混ぜてツヤを出してあげます。で塗り方としては普通の唇の山よりもちょっと外目に山を作って、で私はコンプレックスが鼻の下が長いっていうところなので、できるだけ鼻と口を近づけてあげるために上唇をちょっと厚めに描いてます。自分のなりたい唇に描いたらいいと思うんですけど、女性の人たちは自分の口通りに描いてしまうとちょっと可愛らしいちっちゃい口になってしまう方が多いので、できるだけオーバーリップ気味に大きく、口は大きく描いた方が男らしくてかっこいいと思います。ただ唇の下唇があまり分厚くポテッとなってしまうと、それもそれで女の子らしくなっちゃったりたらこ唇みたいになっちゃうので、下唇は自分のさじ加減で調節しつつちょっと薄めに引いてあげた方が男らしくなります。男役メイクは娘役メイクと比べるとかなり何回もやってますし、現役時代にもずっとやっていたメイクなので迷いなく描くことができたかなと思います。いかがでしたでしょうか。せっかく男役の格好をしましたので一曲歌わせていただきたいと思います。愛、それは尊く、愛、それはけ
高く愛この歌は宝塚歌劇団では一番有名なベルサイユのバラという作品の主題歌なんですけど、私が一番大好きなオスカル編っていうやつのオスカルとアンドレがすごく愛し合って、そして戦争に行って二人とも亡くなってしまって天国で出会って天国で歌いながら終わるというとても感動的なシーンの歌で、私は、宝塚を初めて見た時の気持ちをなんだか思い出します。初めて見たのがベルサイユのバラっていうわけではないんですけど、やっぱり宝塚といえばこれ、ベルサイユのバラっていうところで、なんか初心に帰る気持ちになって歌える歌です。男役メイクの他に娘役のメイクにも挑戦させていただきましたので、こちらのアイマークをタッチして娘役メイクの動画もご覧ください。それでは皆さん、アデュー。